皆さん、おはようございます。くまさんの YouTube 農業大学、講師の夏木かりんです。今日も楽しく、一緒に勉強していきましょう。今日から4回にわたって、味噌について勉強します。早速ですが皆さん、味噌というと、何を思い浮かべますでしょうか？スーパーではこれしか買わない、というこだわりの味噌がある方もいらっしゃいますよね。また、地域性豊かな、白味噌や赤味噌を思い浮かべる方もいらっしゃると思います。さらには、味噌蔵の見学をされた方もいらっしゃるかもしれません。結論を最初に言ってしまうようなのですが、味噌って醤油よりもかなり長い歴史がある発酵調味料なんです。そして、このことから醤油よりも多様性のある調味料だと思っています。長い歴史の中で地域の食文化や伝統と密接に関わって育まれた食材、それが味噌なんです。今回はそんな味噌の歩んできた歴史について勉強します。前回勉強した醤油と比較してみてみると面白いですよ。それでは早速開始します。まず味噌のルーツから見ていきます。味噌のルーツ、実は醤油のルーツと同じなんです。醤油の講義の中でお伝えしたのですが、味噌と醤油は途中まで同じものでした。まず、弥生時代から奈良時代には、ひ塩という調味料がありました。ひ塩は肉や魚、穀物、野菜など、様々な食材を塩に漬けたもの、あるいはそれが発酵したものを指していました。そのため、ひ塩とは、醤油なのか味噌なのか、あるいは塩辛なのか、ほとんど区別がつけられていない状態でした。そして、701年に制定された、大宝律令には、朝廷に、ひ塩司という部署を設置したことが記されています。ひ塩司は、雑草や茎、未生などの生産を司る、いわば、国営の巨大調味料メーカーでした。さて、よく見るとですよ。ここにある未生って、味噌に名前が似ているなって思いませんか？そうなんです。実は、専門家の間でも、この未生が味噌のルーツじゃないか、と言われているそうです。味噌という言葉がはっきり現れるのは、平安時代になってからで、901年に完成した日本三大実録で、初めて味噌の文字が登場します。江戸時代直前に文字が登場する醤油と比べると、およそ600年も先に登場するんですね。でも、それよりさらに200年も早い、701年にすでに、未生という言葉が登場しました。未生がどんなものだったのかは、定かではありませんが、味噌の前身として、すでに当時の文献に登場していて、しかも当時、すでに未生はお酢や酒、塩、ひ塩と同列に扱われていたんです。現在でも、塩、醤油、味噌、みりん、お酢、そして日本酒が日本食の基本調味料とされていますが、奈良時代、その原型はすでに開発されていたんです。そして、これら基本調味料は当時、中央政府が管理して作っていました。ちなみに、未生という言葉は、中国にはない言葉だそうです。ひ塩という文字が、中国から日本に伝わったのは7世紀と言われ、ここに日本人が独自の工夫を加えて作り上げた発酵調味料、これが未生であり、味噌だったんですね。平安時代、味噌という言葉が登場して、少しずつ当時の文献にも味噌が登場するようになります。それによると味噌は、当時の高級官僚の給与として支給されていたり、贈答品としても重宝された、という記述があります。また、味噌は平安貴族の食卓には上ったものの、庶民にはなかなか手に入らない贅沢品でした。また、平安時代の味噌は、今のように調味料として料理に使うものではなく、食べ物につけたり、舐めたりして、そのまま食べていたようです。また、927年に記された延喜式には、京都の西の市場に味噌屋が置かれ、当時の味噌の原料は、大豆、米、小麦、酒、塩であるとされています。当時の味噌は、どんな味や香りだったのか、想像すると楽しくなりますよね。鎌倉時代に入ると、日本人の食生活に変化が見られます。それまでの味噌は、食べ物にかけたり、つけたりして利用されてきましたが、この時代から味噌汁が登場します。味噌汁って毎日飲まれる方もいらっしゃると思うんですが、鎌倉時代に開発されたものだったんですね。
この味噌汁の登場によって、鎌倉武士の食事の基本である一汁一菜というスタイルが確立されたと言われています。一汁一菜とは、主食である白米や玄米、味噌汁、おかずを指していて、時々、漬物類である香のものが添えられたこともあります。なお、お米は日本食には欠かせないものだったため、別格で除外されています。鎌倉時代は、公家から武家に権力が渡る大きな変化が起きた時代の変わり目でもありました。鎌倉幕府では、王朝文化の豪華な生活によって自らを滅ぼした平家と同じ鉄を踏まないため、質素倹約を進め、武士には粗食を促したんです。そのため、鎌倉幕府の食事では、味噌汁を麦飯にかけて食べる食事が一般的でした。平安貴族の食事から比べると、随分質素な食事ですよね。また、鎌倉時代には禅宗が広まったことも、味噌の利用を促しました。禅宗は殺生を禁じていたため、動物性食材の使用が控えられました。肉や魚を食べないと、タンパク質が摂取できずに力が出ません。そのため、当時、一般に普及しだした大豆を利用するようになったんです。発酵調味料についても、肉びしおや魚びしおに代わり、黒びしおが盛んに利用されるようになりました。こうした背景の中で作られたのが、醤油の起源となる、たまりという発酵調味料でしたね。13世紀半ばに中国の宋で修行して帰国した禅僧の覚心が中国で学んだ金山寺味噌という発酵調味料を伝えました。この金山寺味噌の製造過程で味噌桶の底に溜まった液体こそ醤油の原型であるたまりでした。こうして見ると大豆の一般への普及と殺生を禁じた禅宗の拡大が醤油や味噌の利用を促したんですね。室町時代になると日本料理の基本である昆布や鰹節などを使って出汁を取る文化が発展し始めました。味噌汁も出汁を効かせ、さらに旨味を加えたものに進化していったんです。そして、この頃になると、料理法も発達していきました。鎌倉時代のように、麦飯に味噌汁をかけるだけではなく、ご飯に具材を乗せ、味噌を調味料にした雑炊が作られ、流行したそうです。また、室町時代になると大豆の生産量が増え、味噌が自家製造されるようになりました。味噌汁は庶民の間にも広まり、今に伝わる味噌料理のほとんどが、この時代に開発されました。ちなみに、室町時代は北山文化や東山文化など、様々な文化が栄えた時代でもありました。この間、日本では公家や武士による文化、さらには日民貿易を通じて、中国から大陸の文化も持ち込まれ、様々な文化が融合しました。こうした文化の融合によって、少しずつ日本固有の文化が形成されていった時代でした。現在でも日本の伝統文化として挙げられる能や狂言、生け花などが始まり、武家、公家、庶民といった幅広い層に普及したのが、この室町時代でした。こうした文化的な発展を背景として、日本食や和食も発達していったんです。こうした料理の歴史についても、いつか取り上げてみたいと思っています。味噌は、このように味噌汁や雑炊などの汁物として食べられることが多かったのですが、一方で、食料としても重宝しました。室町時代は戦乱の時代でもあり、味噌は重要な戦略物資として注目されました。味噌の原料の大豆は、極めて豊富なタンパク質を含んでいて、タンパク質は筋肉の元となります。面白いデータがあって、牛肉に含まれるタンパク質が17から 18% であるのに対して、大豆には16から 17% 含まれていて、ほぼ同じなんです。大豆のことを畑の肉なんて呼んだりしますが、牛肉と同じくらいの量のタンパク質を含んでいたんですね。また、タンパク質が分解されてできるアミノ酸は、スタミナや活力源となります。味噌は、このアミノ酸もたくさん含んでいるので、戦をする際、武士にとっては最適なエネルギー源だったんです。そのため、戦国武将たちは、味噌を戦略上の重要な物資と定め、戦略に組み込んでいました。例えば、甲斐の武田信玄は、信濃遠征にあたって、農民たちに大豆の生産を奨励しました。そして、その大豆で味噌作りを進め、その味噌を買い取りながら進軍したそうです。
戦争では何より食料がなければ兵士たちは満足に戦うこともできません。そして筋肉の元となるタンパク質やアミノ酸はまさしく力の源でした。当時はまだそうした栄養学的な知識はなかったと思いますが、大豆の持つエネルギー源についてはすでに知られていたんですね。ちなみに信濃の国、現在の長野県は今でも味噌の主要な産地として知られていますが、このきっかけを作ったのが武田信玄でした。このことについては次回触れたいと思います。また、戦国大名と味噌との関係ではもう一つ面白い話を紹介します。先代の伊達政宗は兵糧としての味噌の重要性に気がついていました。そのため、政宗は青葉城内にお塩素蔵を作って、そこで味噌作りを始めました。このお塩素蔵は日本初の味噌工場として知られています。そして、この仙台の味噌はあるきっかけで世に知られるようになりました。豊臣秀吉の朝鮮出兵の際、秀吉は全国の大名に味噌を提供させて、それを持っていきました。でも、他の藩の味噌は出兵先で腐敗してしまったのに対して、仙台藩の味噌だけは健全でした。そこで、多くの藩は政宗から味噌を分けてもらい、仙台味噌の名声を上げるのに一役買ったそうです。江戸時代に入ると、味噌の文化が一気に花開きました。1695年に書かれた本朝食簡は、江戸時代の庶民の食生活について記しています。これによると、味噌は我が国では昔から身分の隔てなく朝夕に用いられたとされています。また、味噌は百薬の毒を消す、元気をつけて血の巡りを良くする効果があるとしています。そして、これが味噌に対する認識の基礎になりました。これによって、味噌が一般の人にも利用されるようになり、農家では自分たちで味噌を作るようになりました。自分たちで作った味噌のことを手前味噌と呼ぶようになったのもこの時期です。自分たちの家で作った味噌を自慢し合ったことからその後、自分のことを自慢することを手前味噌というようになったんです。江戸時代、庶民たちは自分たちで味噌作りを始めましたが、それでも膨大な味噌の需要は賄いきれませんでした。17世紀末には江戸の人口は50万人を超え、江戸近辺の生産量では需要を満たすことができず、三河や仙台から味噌が大量に江戸に運ばれていきました。ちなみに、江戸時代の初期、平均寿命は37から38歳くらいだったそうですが、そんな中、75歳まで長生きしたのが徳川家康でした。家康は様々な野菜を入れた味噌汁を好んで食べ、家訓として味噌汁を欠かさないようにしたそうです。そうした話が世間にも知られたことが味噌の人気を生んだのかもしれませんね。それでは当時、どんな味噌料理が食べられていたのでしょうか。江戸時代の文書には、豆腐やこんにゃくなどの味噌田楽やなめ味噌、そして味噌汁、さらに酒の魚などが登場して、とても豊かな味噌料理が作られていたそうです。こうした江戸における味噌は、どこで作られ、運ばれてきたのでしょうか。当初は、江戸市中でも味噌を作っていました。当時、味噌作りに欠かせない麹を売るお店が、味噌作りも行い、味噌麹屋は、今の四谷あたりに次々と生まれました。そして、江戸の人口が急増するにつれて、味噌麹屋の数も増え、それが今の麹町の名前の由来となりました。でも、江戸近辺で作られる味噌、さらには庶民の作る手前味噌だけでは、江戸における味噌の需要を満たすことができませんでした。そのため、三河や仙台などから大量に味噌が輸送されました。そして、江戸市中で最も好まれた味噌は、先ほどお伝えした仙台味噌でした。江戸は、地方から出稼ぎにやってきた人たちの集まりでした。彼らは建築や土木、運搬、煮液といった力仕事をする人も多く、そうした人たちが好む味噌は、塩味と旨味が濃い、仙台味噌だったんです。この仙台味噌の人気を知った仙台藩は、ある計画を打ち立てました。それは、江戸で仙台味噌を作って販売し、藩の収益としようとする計画でした。最初は、仙台から味噌を海上輸送させ、仙台藩の江戸藩邸7カ所に駐在していた3000人の役人たちが、江戸の問屋に売り込んでいました。今で言うと、完成プロモーションです。
そして、仙台味噌は江戸で人気を博し、仙台から輸送される味噌だけでは足りなくなってしまいました。そのため仙台藩は、仙台から味噌の原料を送らせて、現在の品川区大井にあった仙台藩下屋敷で仙台味噌の醸造を開始したんです。そしてそれが大当たりして、大井の味噌は美味しいと大評判になりました。いつしか大井の下屋敷は味噌屋敷と呼ばれ、江戸市民から絶大の支持を得たそうです。江戸における仙台味噌の人気は少なからず別の地域の味噌にも影響を与えました。でも、これは醤油と違うところなのですが、江戸で人気になった濃い口醤油が全国的に作られたのに対して、味噌では同じことは起きませんでした。味噌という嗜好品は各地の気候や風土、食習慣などと密接に結びついていて、それぞれの地方特有の味噌がその土地の人たちに好まれるものでした。また、この点も重要なのですが、味噌は醤油に比べて圧倒的に長い歴史を持っています。味噌という文字が登場したのは901年なのに対して、醤油という文字が登場したのは1597年です。醤油に比べて実に700年も歴史の長い発酵調味料、それが味噌なんです。その間、面々と地域の人々から愛され、独自の食文化を形成してきました。そのため、江戸で人気になったからといって、すぐには仙台味噌が全国に普及するということにはならなかったんですね。現在、日本国内で販売される味噌を分類別で見ると、数字上は、米味噌 85%、豆味噌 5%、麦味噌 4% と圧倒的に米味噌が多くなっています。でも、一口に米味噌といっても、仙台味噌のほか、西京味噌や信州味噌、越後味噌など、地域に根ざした様々な味噌があります。各地で作られる味噌は、その地域ならではの食文化を生み、独自に進化してきました。ここでは、そうした味噌のうち、関西の味噌について紹介したいと思います。江戸時代の初期、上方である京都や大阪では、長い歴史の中で培われた食文化が根付いていました。そのため、日本酒は下り酒として、醤油は下り醤油として、大量に江戸に輸送されていました。でも、下り味噌というのは、調べても出てきませんでした。これはなぜでしょうか。江戸時代初期、関西地方でも味噌は作られていました。関西地方の味噌の歴史は古く、平安時代にはすでに京都で白味噌が誕生しました。当時は貴重だったお米をたっぷり使った味噌は、貴族の間で愛され、都の華やかな文化の中で発展しました。関西地方の白味噌は、中でも京都の西京味噌、香川の讃岐味噌、広島の瀬戸内麦味噌が代表的です。白味噌は、麹の量がとても多く、熟成期間が短いため、甘みが強いのが特徴の味噌です。また、白味噌は塩分が少ないので、酢味噌和えや白和え、田楽などの甘みが楽しめる料理に最適なんです。江戸時代、江戸で流行った仙台味噌を思い出してみると、白味噌が江戸で受け入れられないことが見えてきます。仙台味噌は、江戸に出稼ぎにやってきた肉体労働者たちに好まれていました。彼らが好む味噌は、塩味と旨味が強いのが特徴でした。一方の白味噌は、肉体労働で失われがちな塩分が少なく、熟成期間が短いので、旨味成分も多くはありません。そのため、江戸では、関西の白味噌が受け入れられる下地が揃っていなかったんです。同じく基本的な発酵食品である日本酒や醤油、それに味噌において、江戸時代、上方の商品がたどる道はそれぞれでした。日本酒は、江戸時代を通じて下り酒として人気がありました。灘の日本酒である正宗は、その代表例でしたね。江戸で飲まれた日本酒の常に7から9割は、下り酒でした。そして上方の醤油は、江戸時代初期、下り醤油として江戸の醤油のシェア 100% を達成しました。でもその後、急速に地回り醤油にシェアを奪われてしまいました。現在の千葉県野田市で、江戸の食文化に合う濃い口醤油が開発され、これが大ヒットしたんです。これらとは対極的に、味噌はそもそも、関西から江戸には輸送されていませんでした。調べたところ、関西の白味噌が関東にやってきたのは、明治時代になってからです。こうした話を見てみると、
やっぱり味噌は地域性が豊かな発酵調味料なんだな、と改めて思いました。ということで味噌の授業の第1回目、味噌の歴史について見てきました。皆さん、いかがだったでしょうか？味噌のルーツから江戸時代まで一気に見てきましたが、とても面白かったですよね。味噌の起源は701年に登場する味噌という言葉で、味噌という言葉が登場するのは901年でしたね。味噌や味噌はいずれも日本独自の言葉で、中国から持ち込まれた発酵調味料である醤から独自に発展したものでした。鎌倉時代、武士たちは味噌汁を飲んでいました。平安時代に滅びた兵士が豪華な生活を貪ったことで滅んだため、生活は質素を基本としました。そのため、食されていたのは白米や玄米、味噌汁、おかずの一汁一菜でした。戦国時代になると、味噌を戦略上、重要な食料として取り上げる武将が現れました。味噌は、タンパク質やアミノ酸が豊富で、戦をする上で、とても大切な物資でした。武田信玄は信濃に攻めるにあたり、街道沿いの農家の皆さんに、大豆と味噌作りを奨励しました。また、伊達政宗は、お城の中に味噌の製造工場を作った武将でしたね。江戸時代になると、味噌が一般の人にも普及しました。庶民は自ら作った味噌の味を競い、楽しんでいました。手前味噌という言葉はここから生まれたんです。ただ、こうした庶民が自ら作る味噌だけでは、江戸の味噌の需要は満たしきれず、江戸には大量の味噌が運び込まれました。主な味噌は、仙台や三河の味噌でした。特に仙台の味噌は、江戸で人気となり、仙台藩は、江戸の仙台藩邸で味噌の製造を始め、味噌屋敷と呼ばれるほどでした。一方、面白いのが関西の味噌ですよね。江戸時代、関西地方で作られた日本酒や醤油は、下り酒や下り醤油として、江戸で高い評価を受け、親しまれていました。でも、味噌については、下り味噌というものは存在しませんでした。これは、当時の江戸において、各地から出稼ぎにやってきた肉体労働者たちが多かったことが関係していました。彼らは塩味や旨味が強い味噌を好んだため、その対極とも言える関西の白味噌が合わなかったんです。同じ発酵調味料でも、醤油と味噌では、辿った歴史が異なるのは面白いですよね。ということで味噌の授業の第1回目、味噌の歴史について勉強しました。皆さんは、味噌の歴史において、どの点が面白かったでしょうか？私は中でも、味噌という言葉のルーツが面白いなと思いました。同じ発酵調味料でも、醤油という言葉は中国でも使われていますし、おそらく中国の醤油が大きく影響して、日本の醤油が形作られていきました。でも、味噌やそのルーツである味噌という言葉は中国になく、まさに日本発祥の発酵調味料なんです。古くは701年、大宝律令にすでに、味噌という発酵調味料の存在が記されていました。この時代、まだ日本は大陸から比べると未熟な国家だったかもしれませんが、それでも日本という国でやっていくという強い意思表示を示したかったのかもしれません。だからこそ、中国の食文化から比べると、まだ成立して間もない味噌をあえて登場させたんじゃないかな、と思います。味噌は分解すると、未だ必要にならず、つまり中国の食文化である醤に比べたら、まだ未熟なもの、という謙虚な、しかし確固たる意志が伝わってきますよね。歴史について思いを馳せると、面白いですよね。ということで、味噌の講義の第1回目は、以上になります。次回は、代表的な味噌である、米味噌について勉強します。最後になりますが、今回の動画がいいなと思ったら高評価、チャンネル登録をどうぞよろしくお願いします。また次回お会いしましょう。それではまた。